こんにちは、 USJ ウォーカーです。今回は魔法の杖が1本から2本入るサイズの杖袋を作っていきます。イベントに持っていくときや収納しておきたいときにも便利な形になっています。ミシンがあれば比較的シンプルに作れるので、ぜひ最後までご覧ください。まずは材料からご紹介します。今回使うのはこちらです。合皮50センチ ×20 センチ程度、グログランテープまたはアヤテープでも大丈夫です。約150センチメートル、マグネットボタン1セット、D 缶、今回はキーリングを使っています。あれば透明になる木工用のボンド、爪楊枝、油性マジックをご用意ください。合皮は100円ショップでも大きめサイズが売られているので、そちらでも十分作れます。まずはパーツを裁断していきます。今回は4種類です。図のようにすべてまずは長方形でカットしておきます。もし切りっぱなしでほつれてしまう生地を使う場合は、シート D の長い辺に1センチの縫い代をつけて裁断してください。A は両端を丸くカットします。 B は片側を A と同じように丸くします。反対側は1センチ幅、深さ6センチで切り込みを入れて図のような U の字にしていきます。A と B は合わせて周りをぐるっとグログランテープで包むような形ですので、縫い代はつけません。カバンにつけるストラップと背面のタブは布幅に黒い油性マジックで塗った上にボンドを爪楊枝でつけて乾燥させてコバ処理の代わりにしています。縫い代をつけている場合はこの作業は必要ありません。次は縫う前の準備です。縫製に入る前に先に装飾をしておくのがおすすめです。刺繍を入れたりワッペンをつけたりするとかなり雰囲気が出ます。今回私は刺繍を入れているんですけれども、デザインの中に作品由来のモチーフや名称をアレンジして取り入れている部分があるため、そのまま同じ図案を配布するのは控えさせていただいています。その代わりに実際に使用した糸の番号や一部アレンジして使いやすくしたモチーフ図案など、共有できる範囲のものを概要欄から PDF でダウンロードできるようにしてあります。必要な方はそちらをご活用ください。ここで一つ注意点なんですが、私は刺繍を終えてから杖を合わせてみたところ、思ったより杖が短くて最終的に 1.5 センチほど下をカットをしました。装飾を始める前に一度お手持ちの杖のサイズを確認しておくと、ぴったりサイズに仕上げることができます。丸く切るときはお皿や蓋など丸いものを当てて線を引いてから切るときれいに切れます。私はお菓子の蓋を使いました。 B の杖が入る口の方も同じようにお菓子の蓋を利用して丸くカットしています。両端1センチにして深さが6センチとなっています。タブやボタンの位置も確認しておきます。後からは縫い付けにくいと思われる場合は先につけておくのですけれども、今回はこのままいきそうなので後にします。それからグログランテープの端は都度ライターなどで軽く炙ってほつれ止めをしておきます。まずキーリングをつけるパーツを作ります。端から 4.5 センチの位置で輪っかになるように折ってキーリングを挟みながら縫い留めます。縫い代をつけて裁断した場合は中表で縫ってひっくり返してから同じ工程で進めてください。次に杖の入り口になる U の字部分にグログランテープを縫い付けます。グログランテープの端1センチを耳部分の向こう側に折ってからテープを半分に折るようにして布を挟みます。
最初と最後は返し縫いをして点線部分を縫っていきます。カーブは針り落ちしやすいので、私はゆっくり1針ずつ縫いました。次に本体を合わせます。前面の入れ口部分をグログランテープで縁取りします。その後前後を合わせて外周をぐるっと一周グログランテープで包みながら縫っていきます。縫い始めはそのままで大丈夫です。最後は少し内側へ折り返してから縫い付けて返し縫いをしておきます。カーブ部分はかなりゆっくり進めるのがおすすめです。次に杖を入れる口の耳の部分です。ここは負荷がかかりやすいので、左右とも細かめのジグザグミシンをかけてしっかり補強しておきます。続いてマグネットボタンを取り付けます。今回使っているのは表側がボタンに見えるタイプです。100円ショップで見かけるものは隠しボタンタイプが多いので、見た目を重視する場合は別のものを選ぶのがおすすめです。もし入らなければスナップボタンとかもあるので、それで代用できます。端から3センチ、左右からはちょうど真ん中のところに印をつけます。最初はボタンの上の方をつけて、そのボタンに合わせて下にも印をつけて、受け側もつけます。背面のタブをつけるときは仮置きして位置を確認してください。ちょうどリングの端が杖袋の端と合うような位置にしています。最初に作ったキーリング付きのタブを背面に取り付けます。三つ折りの状態になるように3センチほど折り返して縫い付けます。私は少しぐらつきが気になったので、キーリングに近い位置にもう1本追加で縫って補強しました。D の布でストラップを作ります。三つ折りにして両端にステッチを入れて、ナスカンを挟みながら折り返して縫い留めます。ちなみに私はキーリングをつけたことでそのままバッグに取り付けることが多くて、結局今はあまり使ってません。ショルダーとして使いたいっていう場合は100円ショップにあるナスカン付きのショルダーを使うのも便利です。こんな感じで完成しました。市販ではなかなかぴったりっていうサイズもないので、自分の杖に合わせて作れるのがハンドメイドのいいところかなと思います。お気に入りの刺繍や装飾を加えるとかなり雰囲気が変わるので、ぜひアレンジしてみてください。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。使用した材料やサイズ一覧、参考図案 PDF は概要欄にまとめています。制作の参考になりましたら、チャンネル登録、高評価で応援いただけますと嬉しいです。USJ ウォーカーは普段ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを歩いています。もしこんなところ見たいなというところがありましたら、コメント欄でリクエストをお待ちしております。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。